はい、どうも A です。今回はですね、おすすめエボリューションを紹介していきたいと思います。エボリューションですね、今んとこ結構、溜まってきてまして、こちらゴラッソであったりとか、この動画撮った段階であと9日となってます。あとディフェンシブドライバー、なんでもや、もうなんでもやはもうそろそろ切れるかなって感じなんですけど、あとケントシとフォークと、あとは、なんでもや2、ケントシ2、フォーク2となっております。で、こちらですね、いろいろ組み合わせで、1しか上がらないとか、ほとんど今のやつが、全体的に何か、大きく上がるっていうよりかは、もう1上がりが多いエボがなっております。あと掛け合わせがね、非常にしやすい状態になっていて、あと、迅速フィネスプラのエボもありますので、こちらと、中で、おすすめ選手、紹介していけたらいいなと思ってますので、こちら紹介していきたいと思います。で、今までのエボの掛け合わせ選手ももちろん、優秀選手がいっぱいいるので、そちらでは問題ないですし、その辺も含めて話していけたらなと思います。はい。まず、メッシーですね。もう個人的に一番気になっております。今回のフォーク2来たことによってこれが作れますということで、フォークと、フォーク2、あとはフィネスプラをつけるエゴとなっております。で、93と比較した際に、ペースは3、シュート2ですね。フィジカルは7勝ってて、ドリブルとパスは負けてるっていう感じになります。で、93見た時にプレースタイルこんな感じなんですけど、今回のに関してはですね、テクニカルとフィネス持っていて、鋭い敵高、俊足も持ってて、エアリアルはいらないかもしれないですけど、あと低弾道、あとファーストタッチ、シールド、華麗な身のこなしということで、プレースタイルがめちゃくちゃいいんですよね、これ。めちゃくちゃいい。で、メッシやっぱり固有タイプということで、本当にボールなかなか取れないっていうところがあって、あとそれにプラスフィネスついたりとかっていうところも込みで、これめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思っております。もう一番今エボしようと考えております。ただ一つ懸念点があって、この SBC と、普通にもらえたやつですね。これが残り2日1日ってことで、これによって、早めにやらないといけないんですけど、ただ、ロールがですね、ウィンガープラ、インサイドファールドプラ、ワイドプレイメーカープラプラの RW しかないっていう、これだけがすごい残念感があると。無印で多分使わないといけなくなるっていうのだけが非常に残念かなっていうところで、ギリギリまで引っ張って、特に明日土曜日のエボで、もしできるんだったらそちらやった方がいいのかなと思ったりはしております。はい。こちらメッシ一番おすすめかなと思っております。もうタイトルと、サムネイルにも入れてるようにですね、本当これはめちゃくちゃ強いなと思うんで、ぜひやってみたいなと思っております。はい。で、ウォーカーですね。これは自分もやったんですけど、放置できして、最初ブルーザーつくエボになっております。これも91ですね。今のメイドと比較しても、全体的にほぼ勝っているところが多くてですね。ドリブルだけ負けてたりとかするんですけど、これは、普通に強いんじゃないかなと思っております。プレイスタイルも含めて優秀なので、ウォーカーも、全然エボありな選手かなと思っております。で、次ですね、ダルグリとなっております。これもSBC エボ、先ほど言ったのと、あとゴラッソですね。ゴラッソでシュート99にするエボとなっております。で、フィネスプラ、的確プラ、で、テキタカ、テクニカルもあって、俊足もあって、彼の身の関指定ランド、ファーストタッチということで、これもめちゃくちゃいい選手ですね。はい。もともとファーストタッチなかったが、ファーストタッチついてますし、あとフィネスも狙えてですね、的確もあって、で、シュートも99なんで、結構入るだろうし、その辺も含めてですね、これをめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなと思っております。これも、本当におすすめ選手かなと思います。はい。で、次ですね、ラファレオになっております。これもフォーク2と今回の英語となっていて、シールド、テイランド、ファーストタッチということで、やっぱファーストタッチつくのでかいですね。で、能力比較してしまうとやっぱり94、ラファレオに比べて、見劣りするかなってところですね。シュートとフィジカルは勝ってるけど、ペース、パス、ドリブルは負けてると。ただ90なんで、まだまだ伸びしろがあるっていうところと、55っていうところは本当にいいところかなと思います。あとは迅速、フィネス、鋭い、彼の目がしトリッカー、俊足、ファーストタッチ、シールド、低弾道ということで、これは強いんじゃないかなってところはあるんですけど、ラファレオもうそろそろ、多分 S で上位互換は間違いなく来るかなと思ってますので、その辺の兼ね合いですね。そこでどうするかってとこにはなるかなとは思うんですけど、90、まだエボで、さらに強くなる期待値も込みで、全然ありなんじゃないかなと思っております。はい。次ですね。将来期待っていう意味で、こちらになっております。
まあ自分もこれ正直作りたいなっていうのは思ったんですけど、まあ、そのうち多分シルバーとかのエボのよく来る全体能力上がりが来ると思うので、まあシュートだけ99にしておいてっていう感じになっております。まあ、ファーストタッチとかもその辺も含めて持ってますし、まあ、これも相手にいてめちゃくちゃ嫌だなっていうところと、今までエアリアルってあんまりつくエボなかったんですけど、まあ、今回のに関してはエアリアルつきますので、まあ、これで違いを出せるんじゃないかなと思っております。まあ、これはまあ将来期待としてエボるのも一つありなのかなと思っております。はい。で、次ですね、ユリガになっております。ユリガ持ってるつもりではいたんですけど、持ってなかったんで、ちょっと、残念だなとは思ってるんですけど、まあ、ペース88で、まあ、ディフェンス91のフィジカル99ということで、やっぱりフィジカル99っていうところが非常に強みかなと思います。で、まあ、ペースを、まあ、今回フォーク使ってるんで、まあ、フォークを使わなくてもいいのかなと思ってて、まあ、使わないってなるとどうしてもここが86になるんですけど、まあ、やっぱりルリガー独特の強さもありますし、今回ので予測がつくっていうところも込みで、普通に強いんじゃないかなと思っております。まあ、インターセプトプランもつきますし、まあ、その辺も含めてですね、ルリガー、なしではないかなってところですね。ペースが、やっぱりこの上の79っていうところが非常に気になるかなっていうところと、あと守備意識91なんで、まあ、カンストすることはないので、まあ、その辺が実際どこまで使用感、良くなるのかどうかっていうところは疑問ではあるんですけど、まあ、一つ選択としてはありなのかなと思っております。はい。で、こちらですね。今回ので言うと、もうなんか別英語かましてますけど、この選手もめちゃくちゃ速くてですね、相手に何回か使われてますけど、本当に縦のスピード、突破力あるんで、これに迅速、フィネスプラをつけるっていうのは非常にありなのかなと思います。ゴラストとかもつけるのもありなのかなと思いますし、例えばですね、これとかも、もうフォークとかいろいろつけてしまうっていうのも本当一つありなのかなと思ってるので、先に迅速、先つけてしまって、この後ゴラッソですね。これで99になりますし、で、フォークとか、その辺で、能力を上げていってしまうっていうのも一つありなのかなと思います。これでもだいぶ多分強いと思いますので、この辺ですね、ペースとパス、やっぱりドリブル、フィジカルはもうちょっと上げないといけないと思うんですけど、能力見てもですね、フィネスと、ダビッドということと、あと鋭い、あとテクニカル、軽闇の監視、ファーストタッチ、俊足、で、低弾道を持っていてということで、プレイスタイルもめちゃくちゃ優秀となっております。スピードも十分ありますし、本当速いんですよね。もう本当に速くて、あとは役割がね、非常に残念感はあるんですけど、この多分ペースと、あとパスとかはまた上がるエボ来るとは思うんで、これを将来の期待と込みで作成するのもありなのかなと思います。シュート99で、普通に強い選手になるかなと思っております。おすすめです。はい。っていう感じですね。個人的にやっぱりメッシ非常に推したいなとは思うんですけど、そうですね。メッシかな。見てて。めちゃくちゃ強そうだなっていうのは今のところメッシかな。あと、イワボになりますね。こちらも、組み方次第では、自分もまだエボってなくて、全然強くなる可能性秘めてるなとは思ってるんですけど、例えばこれ迅速、と、フィネスつけてしまって、あとですね、フォークと、またフォークしてしまって、で、っていうのもできますし、ここまでかますのが、もし嫌であれば、ちょっと、プレイスタイルはちょっと違ってしまうんですけど、先にゴラッソ、してしまってからですね、こちら、組むこともできるので、こうなると一応シュートは、99になって、ペースが93と。ただ、先ほどの、ゴラッソつけることによって、チップシュートとか、パワーシュート金になってしまうってところは、ちょっとね、残念感はあるんですけど、数値だけ見るとめちゃくちゃ強い83となっております。これほんと強そうな数値になってるんで、はい。こういうのもできるよっていうところですね。これも一つ選択肢としてはありなのかなと思います。できれば、迅速、俊速先つけてから、迅速とフィネスですね。先つけてから、ゴラストエボできればパワーシュートプラスが先につくことはないので、できればそちらをしてからの方がいいのかなとは、個人的には思っております。やっぱりですね、あとはホイルンドですね。ホイルンドも1から作ろうかなと思ってはいたりするんですけど、これも本当やっぱり強いですね。相手に使われて、
速いですし、やっぱりホイルンド自体もめちゃくちゃ強いなと思うんで、これも金から育てるのも一つありなのかなと思っております。やっぱりこの辺のね、スピード感ある選手、アンディがそうですけど、本当にめちゃくちゃ強いので、ぜひお勧めしたいなと思います。はい。っていう感じですね。今んとこおすすめとしては以上になります。他にもですね、あとはトゥーデかな。自分も今トゥーデは、作成しようと思っております。ディフェンダーの今回来てるエボをもうトゥーデに使ってしまって将来期待で置いておこうかなと思ったりしております。この状態にしてしまって、これで、インセップ、予測、エアリアル、ジョッキ、ブルーザーですね。これを作ってしまおうかなと思っております。今後多分またシルバー系のエボどうせ来るかなと思ってますので、これで、将来期待も込みで、作成しておくのも一つありなのかなと思っております。これはね、正直、どうだろうっていうところはあるんですけど、もし、このディフェンスドライバーっていうエボで、特になんかやりたい選手いないなってなってる方は、先ほどのトゥーレとかをエボルって言って、将来性でやっておくのはありなのかなと思います。ってことで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。情報を出してますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現してるって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関しては、TOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、27,000。これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。どうもこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っている時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。